よいしょ。何でも手伝います。いや行ってください。はい。一回コードブレーキを入れようかと。あ、了解しました。よいしょ。何台カメラ持ってるんですいや、でも、はいもうメイン今、最近 FX に変えて、今年から。もうこれがメインで、はいあともうサブですね。か？一応回しとくかぐらいの時のために。セロースめっちゃありますね。この前広島、名古屋で舞台挨拶やって、でこっちに着いたのが夜12時ぐらいだったんです、で駅に止めてある車乗って帰ってこようとしたら、そしたら路上に引かれた目近がこううつらうつらしてて、でバーッと血広がってて、であいやと思って僕降りてって、で止め刺し用のナイフちょうど持ってたので、頭掴んでももう全然抵抗できなくて、でブッて刺して、でもねやっぱりねアドレナリンが出てるから、普通の忍び猟行って、バーンといきなり撃って心臓撃たれて止め刺ししての子はまあ30秒経たないぐらいで事切れるんですけど、やっぱりずっと耐えようとして、そのアドレナリンでなかなか絶命しなくて、事切れるまでに3分ぐらいかかったかな。でもねロードキルだからかわいそうだし、まあ何にせよやっぱ殺すのはかわいそうだから、そっから家帰って全部さばいて終わったの2時その時のセロースです。よかった、終電間に合って。終電っていうか、本当間に合った。間に合いました。あ、よかった。ありがとうございました。いや、でもおかしいですよ。8時5分の新幹線取ってて、8時ぐらいにサイン会してたんですよ。8時ぐらいに、あ、電車だって言い始めてあと5分しかないんですよねその時映画館にいますから。やばかった。すごかった。よく間に合ったよね。まあどうぞおかけくださいまあ今11時11分なので、はい。11時20分ぐらいに畑行ってじゃがいもを掘り出すんですけど、ザベスさん宿舎勝手に決めてください。え、そうなの？坂上さんも古民家だったら、坂上さん古民家の1階いつも使ってるの？僕今寝るんだったら1階は使ってますけど。じゃあザベスさん2階でもいいですか？はい。2階畳だから2階が気持ちいい。お腹の空き具合お二方いくどれぐらい？まだそんな。僕もです。まだ何時ぐらいに朝食食べました？僕おにぎり1個来る時につまんだぐらい。7時過ぎぐらい。アジフライ。朝からすげえな。揚げ物だ。揚げお残りですか、なんかの。いやちゃんと揚げました。マジっす。なんで？アジフライなんか食べたいなと思って朝から朝から何時に起きたんですか6時半ぐらい。？30分で揚げ物いけます？全然いけます。すごいな。すごいな。うまい。もうおかげで太っちゃった。何肉が今あるんですか？鹿だけ。今鹿、イノシシ、クマ、おいいね。キョン。ああキョン。
今日やんないとですね。キョンもやんないとね。キョンって何ですか？キョンは千葉にはい生息してるちっちゃなね鹿なんですけど、へー外来種で増えちゃったんですよ。へで千葉の漁師さんがそれを取って送ってくれて、キョンっていうの。キョン社会問題です。吠え鹿って言ってめっちゃ吠えるんですよ。あ、そうなんだ。夜中の吠え鹿すごいですよね、叫び声、うんへえ。ギュワーみたいな。あ、うるさいんだ。うるさい、怖い。この辺には出ないってこ出ない、うんでも千葉県だけだけど、いやなんか神奈川の方まで進出しつつあるみたいなと？噂もありま外壁がもう向こうと全部やったんですね。すね。なんか進みましたね、やっと。でも内側も、まはあ明日実際雨降っても内側はできるので、完成させましょう、もう。いい加減。ね、完成させてたら、ね、ドローンカットで終わらずに済んだんですけいどね。や、確かに。上からごまかせる。ごまかさなくて。たまに質疑応答があるんですよ。家は完成したんでしょうか？してないです。今日お昼ご飯、はいジャーマンポテトを作ろうと思うんですけど、はい。ドイツにもあるんですかね、ジャーマンポテト。まあジャーマンっていうぐらいだから、ドイツが本場ではないのか。わかんない。ハーゲンダッツってはいなんかヨーロッパっぽいはい。アイスの名前っぽくて雰囲気よくねっつってアメリカが作ったらしいんですよ。マジで？だから他国がはいなんかそれっぽくてよくねっつって作る料理ってあるんじゃない？なるほどね。まあイカれた寿司もあるもんね。外国行ったら。カリフォルニアロールとかね。前ねアフリカでね寿司3種類食ったんですよ。はいはいはい。外側が揚げられた、まあフライになってる寿司と、はい内側に揚げたエビフライみたいなのが入ってるやつと、あと海苔だけ揚げてどうのこうのみたいな。揚げるんだ基本。まあとにかく3つとも全部同じ味。へえ。あれは寿司じゃない。まあでもそれを寿司として認識してるわけだね。そう日本のフードだと。そうジャーマンポテトもそうかもしれない。そう。じゃあザベスさんはい、何でもしますよ。寝る支度とかしときます？それとも一緒に畑掘るもよし、うん。何したいですか？そうね。自分探し。今おいくつでしたっけ38。おお、なかなか。自分探したいな。本当の自分。あこの間ちょっとあ、そう。女の子ってこれ全然あれなんですけど、女の子ってはい本当の自分探しがちだよねっていうので、俺の最近のなんか発見です。で僕はそれ分からんくてそんなこと言う女いますみたいな。だからでっくんは多分本当の自分で会ってないから。僕まだね本当の自分か。本当の自分。いや女子言いがちですよこれ。いますそんな女。まあいるいるいるそういうイメージはありますけどね。はい。そういう子がいるっていう。変化を求めてるというか、私は変わったっていう変身願望が絶対あるんで、本当のじゃあそれが本当の自分と出会ったとか、なんか言葉は違えど。坂上さんはちなみに本当の自分ですか今？いや坂上さんはどうだろ日によって？う。本当の自分なんてだってね、ないかな。女子に言っちゃダメです。ダメないとかじゃないないとかじゃない。それ絶対あなたダメ。まだ知り合ってないだけ。分かってないだけ。それはダメです。私最近ヨガよりピラティスの方が合ってるって分かったら。そうそうそう。本当の自分。そういうことそういうこと。本当にちょっとのことなんで。はい。そういうことです。じゃがいもはあそこの畑？うん。じゃがいもってわーっと出てきて、はい葉っぱがね青々とした葉っぱが、はい花が咲き花が枯れ散ってでなんかじゃがいものその茎がしなしなって枯れかかった頃が収穫時期なんですよ、これはあんまり過ぎ去ってしまうと畑の中で腐っちゃうんですよ。はい。だから収穫してである程度天日干しというかちょっと置いといて、で腐らせないようにしてそうするとかなり保存が効くんです。でももう今日もこれから雨、明日も一日雨、明後日も夕方まで雨みたいな予報なので、マジか。やるならもう今日の今のこの瞬間しかない。なるほど。
お、動かない。でも動きますか。動きますか。うん、全然元気なんだよな。手伝おうかな。ね。ニートだし。ニートニートじゃない。いや、俺ニートですよ、今。立派なニート。さあそこまでじゃないでしょ。さあおお。あ、でももう外壁がある。あれこっちなんかしょぼいな。あれなんか見えないと。たい方だ。草すごいね、今ね。そう。これもね、借りたいんですが、はい。ちょっと考えてます。草刈り機でバーってやっちゃうか。うん。でもまあ今収穫しちゃいましょうか、いろいろ。はい。まずここがはい。20日大根、大根。ラディッシラディッシュ。なんつってュ。でもちょっとちっちゃいですね。小手さんもこの辺一緒に手伝って。わかりました。あー、ちっちゃいな。抜いちゃっていいんですか？うん。バッと抜いてっちゃっていいですよ。あんまないな。超ちっちゃいよ。ね。できてない。大丈夫だろうから。本当だね。まだ、ほっとく？いや、これもね、う取っちゃう一回土地の栄養が足りないってことだと思うから。そうなんだ。うんこの前ね、はい。取れるだけは取ったんですよ。大きくなったやつ。あ、そうなんだ。でもそれ以上今なってないから。楽しい。本当の自分で出会えそう。これがね、はい。これ一株いっちゃおう。今晩ボロネーゼで使うセロリ。おお。この辺白いです。これこれ何も入ってないんだ。それ雑草です。これも雑草だな。やばいやばい。そう。すいません。いやいやすいません。ごめんなさい。まあ後で下で選別しましょう。はい。でここのパセリは一旦置いといて、はい。本当だ。パセリだ。でここよ問題は。ここ？これはい。これは虫に食われてるのは大葉なんです。なるほど。でこの大葉だけを残し、はい。大葉以外のこの雑草、はい。だからこの花が生えてるのは雑草、はい。食われてんのが大葉。そうこの花が生えてないのが大葉、はい。この雑草を取ってきます。わかりました。雑草もう捨てちゃっていい？うん。この雑草もさ、この柵の外には全然生えないんですよ。っていうのは、はい。柵の外に生えたこの種類の雑草は鹿に食われるんです。そうなんだ。そう鹿にとってはじゃあご飯なんだこれ。ね。あげるのにね。だから今外に放ん投げます最終的あ、に。そうなんだ。うん。この網が曲がってるのってなんか飛び越えようとしたんですか？いえ、これ、はい本当は外側に向けてはい曲げると、なおなんか鹿に威圧感を与えるっていう。はい。なるほどね。発案者は誰かわかんないけど、はい吉森さんが力説しててはい。で結果そうなったんですけど、おお。内側に。広瀬さんの知恵だじゃうん。ビルは配信しないんですか？あ。あ、しますよ。あ、します。はい。ただ有料ですけどね。あ、はいはいはい。課金っていうか、ネットフリックスみたいに定額で見れるっていう感じじゃないっああ、ぽいです。なるほど。アマプラの中のさらに課金してみたいな。まさにそれです。はい。畑に栄養がないですね。そうなんだうん。やっぱ土を作るのって大変？大変作るっていう意味で言うとめちゃめちゃ大変だと思いまああ。す。でもまあまあこの辺は大丈夫です。本当。うん、今年はこう茎の周りをボコッと取る感じで、い。おお。絶対美味しい。うん美味しいと思う。おお。いますね。いるいる。この中に入れて。うんはい。じゃがいもはね本当に強いからはい。畑の土がねそんな栄養なくても育ってくれるんですよ。うわ、たくさん。本当だ。でもまだちっちゃいな。そうですね。ね
これもっと大きくなります？微妙だな。土が栄養がやっぱないのかも。こうやって枯れかかってるけど、ああ。本当だ。でもこうやって子供みたいなのまたほっといたりすると、はい。ちょっと時間経ってからなったりするので。これもこのじゃがいももわざわざ植えたんじゃなくて、はい。吉森さんが多分持ってきたじゃがいもが僕が受け取らないで、椅子かなんかの横に置いたんですよ。で時間経ってあそこのリビングみたいなところ掃除してたら、そしたらしなびたじゃがいもが袋に入ってわーっと出てきて、なんじゃこりゃと思って、でそれを急いで埋めたんです。そしたらこうやってまた増えてくれるので。で君これはもうダメ？これ汁出てる。ああそうね。うん。それまたそのままほっといたらはい。生えてくれると思う。はい。芋掘りなんて幼稚園で体験して以来です。昔ありましたよね。でも小学生の時とかあった。なんか畑みんなで育てて、最近でもうちのお父さんが定年退職して農業を始めてて、すごいっすよ。めっちゃいろいろ収穫してた。この間もスイカとかめちゃくちゃうまかった。でやっぱその土を作るのに数年かかったとは言ってた。年単位なんですね。これがジャーマンポテトになるっていう認識で大丈夫ですか？そうです。めちゃめちゃちっちゃいっす。本当だ。バラバラですね。卵ボールみたいなサイズ感。ザベスさんはあれですね、ザベスさんがカメラ回してるの見たことあるけど、ザベスさんがカメラ向けられてるの見たことないから。いや俺ねこれね、農業とか手伝ったの初めて今日が。カメラ向けられててもしゃべるの緊張はしないかも今更。めちゃめちゃ緊張してます。なんか余計喋んないととか思います？あ思う。思う。普段よりやっぱ言葉数がそうかもしれないね。カメラあるとね。あれ日本一。はい無理して喋ってよっ。早い。まだ当たってもなかった。どうだっけこうやって。おいいいですね。はい。宮崎駿さんも巻き割りしてたね。何でいつ？これがなんだっけ君たちはどう生きるかのドキュメント NHK でやってて、巻き割りしてた。へえ。宮崎駿の動向を僕ら語りがちですよあ確かにね。すごいっすよね NHK も。もう6、7年密着しますもんね。1個取るのに。今何歳ですかね？今82とかじゃないですかね。監督ってできるもんなんですかね、その年で。本当ですよね。だからアニメーターとかはもう全部書くの無理なんで雇ってました。そのエヴァンゲリオンのチームから。アニメもなんかすごい進化してませんか？そうっすよね。なんか「鬼滅の刃」とかのなんか絵とかやばくないですか？やばいっすね。どうなんでしょうね。今後 AI になっていくんですかね。
こういうのは AI じゃ無理ですもんね。そうねメタバースにはないですね。そうっすよね。仮想空間で薪割り体験とかあんのかな。ありそう。意味わかんないけど。意味わかんないでも意味わかんないことっていっぱいありますよね。でも昔からなのか。いやアイドル文化の疑似恋愛とかも、昔花魁の頃からあったのか。なるほど。やっぱよし卑弥呼とかもアイドルってことですかね。卑弥呼とかもやっぱああいう特殊な。いやちょっと勉強不足でそこは何とも言えないですね今日ザベスさんの見せ場としては、はい。俺の見せ場？そう見せ場あるんです。夕方からお風呂行ってはい。そこで地元のおっちゃんたちに空き家情報を聞きまくるなので、そうっすね。おお。それ俺の見せ場なのかああ。それはウィンナーですか？これはそうです。僕らが作ってる、はい。これは今日チョリソーです。あ、チョリソー。鹿とはいイノシシの、はい。合いびき肉。へえ。なんか美味しそうだうん。な。チョリソーでジャーマンポテトですか？はい。ほうほう。これはね、はい。キャベツの外側の葉でザワークラウトの試作品みたいなのを作ったんですよ。ほう。でもいかんせん葉が硬いから、はいちょっと塩分を強くしたら塩分が強すぎちゃってはい。かなりキャベツの外側の葉っぱの塩漬けみたいになっちゃったから、はい。まあ今日は今日でそれはそれで食べて、で今度キャベツたちがいよいよ大きくなったら本物のザワークラウトを作ります。ザワークラウトっていうの知らないですけまあおいおいまたザワークラウト本気会の時にご説明します。ど。はい。ザベスさんザワークラウト食いましたよね。食べた。一回瓶詰めかなんかにしてたよね。そうそう、美味しかった。どうですか、やっぱクリエイターが2人揃うと話とか盛り上がりますか？今ね盛り上がってた。テレビの悪口。ありえないっつって。流し方はあーね。ちょっと絶望を感じたもんな。あれってでももうディレクターがこういうふうにアウトプットしたいってなっても上から言われたらもう逆らえないもんなんですか、テレビだと。逆らえないですけど、でもそれは1から100まで全部変えられるってことはないですよね。あ、そうなんだ。まあでも逆らえないっていうこともないですけどね。これだと視聴者が勘違いする可能性あるから、これはやめたい。ちゃんと言えば全然普通はわかると思いますけど。のんびり料理するのでお気遣いなく。いやでもカメラ回ってるんでいやいや大丈夫です。そこはテキパキやりましょうよ。はいザベスさん、こっちにセカンドハウスを探す流れから家賃はおいくらぐらいが希望ですか？いやでも、うんちょっと2万以下とかだったら最高だなって思ってたけど、ねごめん、こっちの相場が分かってない感じで喋ってたからちょっといろいろ話聞きつつ、2万の家とかあるんですなんかアパートか？はい。とかが安いんだっアパートは今候補に上がってるところは1万円。け？1万円ですよ。安い。1万円。でもこっちやっぱタダの家もあるからある程度一定数金額バグっちゃいそうだな。空き家ってやっぱ増えてってるのかな。出てってます。でやっぱり誰がもう持ち主なんかも分かんないっていう空き家も多いです。立派なものでも。
それってでももう放置される一方だもん。放置される一方、ね子供は減ってってるし、うん。チートですね。チート。おお。はい、ありがとうございます。こういう連休は久しぶりですか？そうだね。どうしていいかわかんないですよ。うん、ちょっとなんか手持ち無沙汰感がありますよね。本当に。カメラもないし。まあカメラ一応ないはずけど。あります？その休みの日どうしていいかわかんない感覚。わかります、全然。ポーンっていきなり開くとわかんなくないですか？わかんないです。何します？坂部さんだったら。温泉とか行っちゃいます？はい。行く人いないんで。悲しい。すいませんでした。でも開くことないですね、もう。やっぱり YouTube ってもうずっと定期的にそうですよね。配信だからももう常に編集はやろうと思ったらいくらでもあるってことですもんね。それは性に合ってますか？それともちょっと最近働きすぎだなと思いますか？働きすぎだなとも思いますけど、でもじゃあ働かなくてやることもないので、まあ別に。いや今そのプラトです。とりあえず山来たみたいな。まあ今日はもう飯作って食って終わりっす。すいません。ラディッシュそれ食えます？いや食えないかな。この前、食えるこれぐらいのサイズのは、みんな収穫したんです、で途中で普通間引くんですけど、間引いて本命のやつに栄養を与えるんですけど、でもその間引きが足りなくて、横にいた不作の子たちがこのサイズで今収穫されたんですけど、でも大根葉って言って大根の葉っぱも炒め物とかで食べるんです、このラディッシュの葉っぱも要は大根の葉っぱなので、この先端の赤い部分食べるんじゃなく大根の葉っぱとして炒めて食べようかなと思います、お味噌汁入れたりとか、とりあえずジャーマンポテト。それだけちっちゃいと皮むかなくていいんですかね？そう。畑も無農薬だから、この皮の周りに農薬がついてるっていうこともないし、無農薬ってものは言いようですよね。農薬をまくほど熱心にやってないというか、ノウハウがないというか。そっちでしたか？そっちでした？そっちでしたね。ミキサーみたいなのはなくなったんですね。かりんちゃん家に持ってってます。ここだとちょっと不衛生というか、洗いが細かいことできなかったので、ああいう高度なものはかりん宅に。なるほど。不衛生って思ったんですね。ちなみに今日、まな板をハイターにつけたんですよ。一晩経ち二晩経ちびっくり、何にも見た目変わらん。なんか、汚れがとか泥がとか言うんじゃなくて、もうすすが染みついてんだと思う。こちらがハイターにつけたまな板になります。一緒。
じゃがいも食いすぎたら夕飯食えないか。そうですね。なんか鍋増えたね。増えてる鍋多すぎない？ね。いや、知らん鍋が増えてるんですよ。知らんのに増える。そう、あとフライパンもめちゃくちゃあるんですよ。増えてる。僕増やしてないんですよ。フライパンとかって増えるんだね。オリーブオイル。巻いてるな。お、大胆ですね。めっちゃ濡れてるのに。弾きそう。手がすすまみれですが。結構ありますね。うん。無料。お水。結構水分多いんですね。そう、これまあ水分飛ばすまでやるんですけど、蒸らし焼きみたいな。結構まめにちゃんと状況説明するんですね。この動画用に。あ、びっくりだね。いやいやいや、あ、私が、導入をしてくださる。いやいや、ちょっと気になっちゃって。あ、そうですか。ご自身がドキュメンタリーでカメラ回されてる時はあんまりそういうことをおっしゃらないんですよね。喋んないね。今日なんか出役みたいな感じがして視聴者に伝えない。優しいんだ、ザベスさんは。ザベスさん優しいっすよね。ほい。でもこうやってだべってるところとかそれなりに尺になるんですかね。今日のはなりますね。尺になるんですかねっていう発言のところとかやっぱ切っちゃうからっていうか、それ面白くないから切るべきだし、だからあんまり取られてるっていうことを意識しないで発言した方がいいってことですね。まあ普通はそうですね。何本撮ってんのあなた。あなた何本撮ったのよ。もう何十本も撮ってるんですよね。撮ってますね。だいぶあります。これは何ですか？ローズのマリーさん。これ。イエス。ローズマリー植えたんですけど、全部枯れた。なんでそれは？土が合わなかったんでしょうね。土がダメ？これでっくんの YouTube きっかけでこういう生活始めたりする人もいるんですか？コメントとかって。ああ、なんかたまにありますね。そうなんですか。はい。こういう生活をきっかけで始めましたって。なんかいた気がしますけどね。でもしたいって言ってる人はいっぱい。いやですよね。いやしたいからでもできないから見たりでっていうのもありますよね。憧れはあるんだろうな。あると思います。そしたら蓋をせず蒸気を飛ばしていきます。田舎暮らしってことですかね、こういう生活。薪とか割ったりみたいな。まさに。したら大変でしょうけどね。いや、大変なのかな。その、普通の今までの生活
だから日常の中で夕飯時にテレビ23時間見てましたとか、はいスマホゲー1日2時間やってたみたいな、そういう時間の使い方はできなくなる、巻き割るとか、火を起こすもそうだし、でもそれらが僕はねテレビを鑑賞するとかよりも比較した時に楽しいからできるけど、僕は好きだからね。好きだから、それはあんま手間と思わないから。あとここいろんな人来るし、いろんな話をみんな腹割ってするから、テレビよりも面白い人たちがいっぱいいる。そうだよね。でこんなテレビで腹割って話すこととかないもんね。ないかね、やっぱ吉森さんもね、お話面白いし、そうね。いろんな面白い人来るからな。業者に頼んだんですか？そうです。こっから車で1時間半ぐらいのところに、はい肉何十キロ、例えば鹿肉、イノシシ肉っていうのが何十キロとか溜まったら、そしたら持ってって加工していただくんです、でその加工していただく間はまあ大体 2,3 週間なんだけど、ちょっと冷凍庫に余裕ができるから、でももう最近自家消費、取っても自分たちだけで消費しようと思ってたら追っつかないぐらいやっぱ動物がこっちいるので、で行政からはやっぱ取れって言われてでっていういろいろあって、だからそれでやっと取れるねっつって1頭取ったりして冷凍庫パンパンな頃にソーセージ出来上がりましたって言われて、で取り行ってパンパンで、でもねその鹿肉イノシシ肉って僕も多分そうだったと思うんですけど、最初どう調理していいか分かんないんですけど、こうやってソーセージとして配ると、そうすると多くの人たちが喜んでくださるし、逆にこれ食べてあこんな美味しいんだとかこんな癖ないんだって感想を持ってもらえると、野生肉は何か臭みがあるみたいな、その誤解が解けるから、だからソーセージはね名刺代わりに配ったりしますね。作るの結構お金かかるんですか？かかる。売れない。売れない。売れない。いくらで売ろうって売れるかもって考えたんですけど、山から下ろして、まあ休日に例えば鹿をわざわざ取り行ってガソリン使って、で時間かけて解体して、で片道1時間半取り行くのに、まあ3時間、往復、でって考えた時にこれだいたい1キロ作るのに1300円なんですよ原価、正直言っちゃうと。で1キロってこれ1パックが 3,4 パックとかなんですけど、それで1300円で、じゃあ売りね1000円にしたっていい労働になんないんですよ。で1パックはこれの半分です、売られてるやつは。3本入りで1000円のソーセージって人買うかなって考えた時に高級で値段ふっかけられてると思われても嫌だし、そうだ、3本で1000円超えたら水上美味しいより高いもん。だから家畜肉っていうのはやっぱりバーッとねその生産の牧場で作られて、ベルトコンベヤーじゃないけどバーッと流れ作業で屠殺されて、バーッとそのバラす人たちが安定してバラしてっていうすごい人間社会のスピーディーなシステムの上に乗っかってるから安く提供できるけど、野生のものを野山行って探して見つけて撃って腹抜いて運んでバラしてって言ってたら、とてもじゃないけど手間考えたら1頭あたりの肉がもっと高くなっちゃうね。ただやっぱり農作物育てるために殺さないといけないっていう現実があって、漁師は行政から頼まれてるっていう現実があって、その中でバラすとかっていうことがかなり時間を要するんだけどとかいろいろ考えたりすると肉を無駄にしたくないですしね。大急ぎでパセリ積んできます。いちいち取らないでいいですよ。なんでですか？なんですか？決まってるだろ。急に。
はい。湯に塩ですか？はい。冬にも塩。なんかいい塩だねこ岩塩だからうまいです。ブラックペッパー。なんかいい匂いですね。すごい量だね。大量。よそってよくなったら言ってください。待ってくれるんですね。ええ。すげえプロって。いつも待ってくれないです。そう。待つことを最近、今日から覚えた。はい、ありがとうございます。すいません。お願いしました。すごいワイルドだ。これちょっと待ってね、ザルさ。ありがとうございます。頂戴します。はい、ありがとうございます。うわ、いい匂い。ちょっと待ってね、ザルめちゃさ。くちゃいい匂い。すごいいい匂い。これ、坂部先生。ありがとうございます。ごめんなさい。ありがとうございます。少々お待ちください。ほい。おー。ドイツといえばビール。はい。いいですか？どうぞ。そんな俺何もしてないのに。これ坂部さんの。わあ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、じゃあ乾杯しましょう。うわ、やった。うわ、これは贅沢だな。はい、乾杯。はい、お疲れ様です。す。うますぎ。うますぎる。あ犯罪級にうまい。どうですか？いただきます。じゃがいもから。うまっ。うまっ。うまっ。じゃがいもめっちゃ美味しい。うん。ソーセージもいただきます。あ、うまい。うん、チョリソーうまいっすよね。めっちゃうまい。うわ、すごいねこれ。やっぱ鹿とうんイノシシ、しかもイノシシもこの子夏の子だから赤身赤身してるじゃないですか。でチョリソーとハーブが入ってるから、このあれチョリソーだ、唐辛子とハーブが入ってるから、はい。で塩ガツンと効いてるからめっちゃうまい。味が超濃厚。めっうん。ちゃ美味しい。うまっ。これはビール合うわ。うん。坂上さんが食べるところ。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。でもまあまあ大丈夫です。ある程度食べてやっぱあれでしょ、人がカメラ回してるとなんか申し訳ないなってなりますよね。なる。飯食ってんの一方的に悪い。演者をね、いつも思う。出役はなんか先に食ってて申し訳ないなってめっちゃ思う。申し訳ないっすね、本当に。うまっ。これって味付けしなくてもチョリソーはこれぐらい濃い味がする。うん。あ、そうなんだ。うん。
普段じゃがバターとかもしじゃがいもではい何か炒める時はもうちょっと塩入れるんですけど、でもチョリソーの味がしっかりしてるからすごいよね、うんすごい塩の味っていうか、塩分がすごい美味しい。うまっ。じゃがいももめっちゃ美味しいね。ねうまい。これ失敗作だけどはいなんちゃってザワークラウト。いただきます。でもこれ塩辛いのでちょっとずつ食べてください。はい。あ、そうなんだ。塩辛いんだこれ。塩入れすぎた。あ、美味しい。うん。いやでも、あ、本当だ。ちょっとしょっぱいね。ね。あ、強烈かもしんない。見た目だと伝わらないけど、うん。でも美味しい。すっごい。ご飯食べたくなる。うまっ。ビールが進む。早早くに？早い。ソーセージいろんな味があるんですか？今作ってんのははい2種類で、はいチョリソーとフランクフルト、フランクってやつを作ってます。ほうほうほう。びっくりするぐらい都会の悩みがどうでもよくなっちゃあったんですか、都会の悩み。う。いや、多分なかったなんか都会で生きてるだけで結構大変じゃないですか。うんうん。いろいろ考えなきゃいけないこと多いし、すごいな。じゃあ坂上さんお召し上がりください。いや、俺がいや回す。大丈夫大丈夫。俺回しますよ。俺が回す。プロだから。おいやいや本当僕本当に食べてください。自分そんな使わない。全然使わないのは知ってるんで記念にすいません。苦手なんだよ。いただきます。美味しいですね。味結構しっかりしてますよね。しっかりしてますね。うん芋が美味しいですね、ちゃんと。でも美味しいです。あ、チョリソーうまい。今日で2人とも帰ってもろてやっぱ取られるって気持ち悪いですね。なんか僕は本当喋れなくなります。ああ。全く。何言っても面白いこと狙いに行ってる風に感じられても嫌ですしね。確かにね。カメラがあるから。うまいこと言おうとしてると勘ぐられても嫌だしね。ん。いやでも本当に美味しいよこれは。うん、うまい。うん。うまいわ。うまいですね。これって2人で今だから昼ご飯食べて、うん次の撮影は夜になるわけですよね。だいたい昼から夜の間って何してんの？撮影終わった後って。小屋作業があるようだったら小屋作業したり、なるほどね。獣の解体の時もあれば、例えば午後から辰巳さんのブドウ畑行ってブドウ取り行くとか、なんかイベントは様々なんですけど、今日は降るって言ってまだ降んないですね。なんか回復してそうなね、気配が降んなかったらうん小屋作業やろうかなと思ってます。うんでももうどうしようもない日、雨降ってて、あと僕が原稿の仕事あったりとか台本やらないといけなくて、坂上さんも撮るものがない時は坂上さんに休んでていただいて、うんうんうん。すごい歴史認識のあやふやな話なんですけど、昔大航海時代ってあって、みんな船に乗っていろんなね新大陸を求めたりした時に、解血病って言ってビタミンが壊れて、歯茎から血出たり内出血がしたり、そのうちもうヘロヘロになって死んじゃうっていう奇病が流行ったんですよ。でも理由が分かんなくて、とにかく
本当の理由としてはビタミンの欠乏だからレモンとかライムとか柑橘系を取れればよかったんだけど、そんなもの100日単位のやっぱ船の上には持ってこれないから、でどうするべって言っていろんな食料品持ち込んだんだけど、最終的にはなんか、柑橘系を取ったところがちょっと生き残ったみたいな話になって、じゃあレモネードだって言ってレモネードを作ったんですよ。でも長距離輸送のために加熱処理したらビタミンがぶっ壊れてレモンじゃないらしいとか、いろいろな話があった時に、このザワークラウトっていうのを持ってった船があって、ザワークラウトって長期保存のためにキャベツを塩で和えるんです。でちょっとの塩で和えてると、これ塩入れすぎたんですけど、そうすると腐敗菌は作られないで乳酸菌が作られるんです。この乳酸菌が酸っぱさになって長期保存が効くし、その乳酸菌がビタミンを生成してくれるから、ザワークラウトの船の船員たちが結構生き延びたみたいな。ザワークラウトいいじゃねえかいいじゃねえかってなったんだけど、さらにそれを凌駕してビタミンを提供してくれたのがジャガイモだったんです。ジャガイモっていうのはビタミンがでんぷんにくるまれてるから加熱処理してもビタミンが死ににくいらしくて、でも最初南米大陸からその持ち込まれたジャガイモで実をってかこの芋をバーッと植えとくとどんどんまた新しく復活するから、おしべとめしべがなって種を結んでっていうその聖書の教えではなく、単体で増殖するからこれは悪魔の作物だって言われて、カトリック教会から破門されたんですよ、ジャガイモってでなんか極刑に火あぶりの刑っつってホクホクのジャガイモができたっていう話があるんですけど、マジ？そんなこんなあってジャガイモの普及って遅れて、その取り入れるためにマリー・アントワネットが髪飾りにして頑張ったとか、ルイ16世が畑に植えたとかいろいろあるんだけど、とにかくジャガイモが普及して解決病がだいぶ軽減されたっていう話。はい、お疲れ様でしたありがとうございます。尺ありがとうございます尺飲みましたよ。すごいね。だからジャガイモのその強い。もう強いんだね。ジャーマンポテトってやっぱドイツって寒冷地なんですよ。めちゃくちゃ寒いのに、それでも作れるのが、だからいいんですね。フランスとかやっぱ温暖な地域もあるから農業大国だけど、ジャガイモってかドイツはその工業に走ったじゃないですか、ワーゲンとかメルセデスとか。でもそうだね、その大航海時代、食べ物のちょっとした選択で結局、死に直結するっていうか、すごい話だよね。それも200人の船団が帰ってきた時10何人とか。うわそう、それってもうさ、ちょっとあれな話だけど、死体はもう海に捨てるしかないよね。何キロですか今72です今。72、身長は176です。ああ同じじゃないですか。僕坂上さんと76センチで、体重は僕でも75あります。あでも坂上さんの方が身長なんかでかく見えますね。確かに。猫背かもしれない。ああそうか。ちょっとピッと立ってみてください。背合わせて一緒ぐらいだ。おほんまや一緒なんだ。なんで関西弁ほんまやなんで関西弁もう師走も中旬ですね。師走も中旬ですね。コーヒーありがとうございます。早かったですね。いやでも熱々大丈夫。今年漁期熊取れるかと思ったけど、もう熊穴入っちゃって結局取れなかったですね。もうそういう時ですか。なんか痕跡とかもあんまないんですかね。あんまりなかったですね。古い糞とかはあったんですけど、古い爪の跡とか、でもあとあったな、昨晩ここにいたっていうのはあったけど、でも終える何かじゃなかったですね。今年はどんな1年でした？どんな1年だったっすかね。まあ年の終わりつい先日に人間ドック行って、
なんか体濃くしすぎてはいとか、いろいろお酒も飲んだしタバコも吸ってとか言ってたら、はい内臓がオール A 判定で全然どこも悪くないと言われそんなもんかと思いながら、まあいろいろあったけど楽しい1年でした。へえ、そんな健康なんですね。すっごい健康でしたあ、それでもうタバコ再開してるんですか？再開じゃないです。昨日も吸ってなかったしえ、今日もうバリバリ吸ってる。今日吸ってますねまあちょっと考えようという完全に再開してるようにしか見えないですけど。今年はでも結構作品もいっぱい撮ったんじゃないですか？そうですね、お芝居する機会多かったです。だから2024年はありがたいことにお芝居の仕事もちょいちょいあったから、2025年はがっつり休みたいなと思って、休むって言っても山のことはまあなりわいなので、生きるための仕事なので、それはお金を稼ぐってことではないんですけど、それはそれで楽しみだなと思ってます。なんかいろいろあったけど怒涛のような1年だったんだと思います。2024年はいろいろあったですね。これいつの放送になるんですか？今年最後の配信に入れようかなと思います。ああ、なるほどなるほど、はい、それでちょっとまあ1年振り返ってみようかなみたいな。 YouTube 撮り始めてもう2年丸2年。そうですね、そうですね。もっともっと山のこと詳しくなったり、まあ、実践も積んでできるようになりたいなって、やっぱりまだまだだなって思う1年だったので、来年は山のこといろいろできるのが楽しみです。おお、なるほど。前なんか12月上旬に一緒に行かさせてもらったじゃないですか。であの時なんか使ってたやつなんかいっぱい持ってるじゃないですか、ナイフ。めっちゃ持ってるナイフ。どんなのがあるんですか？今ここにパッとあるのはもうもろ一軍なんですけど、はい、まず狩猟の時は、はい、もう私は最近もっぱらこの腰にぶら下げるようにしてて、でナイフっていうのは、はい、まあ僕は右利きなので、はい、こっちから出すんじゃなく、まあ、刀と同じで、はい、こっちからこう出すんです。で、はい、ここがねやっぱ金属製、このシースっていうんですけど、この鞘のことを、はい、これが金属製になってるとカチャ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 うるさいので、はい、ですので最近使ってる定番のナイフっていうのは、はい、ここは革製なんですけど、それをご紹介、はい、結構なんかどっかに舞台挨拶じゃないけど、あとなんか公開収録とか行くと、はい、ファンの方、男性の方に声かけられて、どんなナイフ使ってるんですかって結構質問いただくんです。まず私が一番最初に獣を取り、その後ずーっと付き合ってたナイフ、はい、それがこれ深瀬さんっていう方の作った渓流ナイフっていうんですけれども、これは僕の師匠の服部文章さんからいただいたやつで、はい、でこれは鋼材がものすごい硬いんです、ただカスタムナイフっていう世界があって、はい、量産されるんじゃなく、そのこだわりの鋼材、鋼で持って刃を作って、そのナイフメーカーの方がこのハンドルとかもちゃんと設計を好みにして作って、このシースまで作ってっていうのがカスタムナイフの世界で、これはそのここはね強化プラスチックのシースなんですけど、スポッて入って意外と落ちないんです。でこれは狩猟の最初のシーズンから一番最初に服部文章さんに「あこれやるよ」って言っていただいて、でまあ狩猟こんな厚着ではなかなかいかないんですけど、僕はこうやって肩にかけ、でこの外に狩猟用のベストを着て、そうするとこれがうるさくないので、で撃った後に近寄ってってこういって取る。これが多分獲物は一番これが殺めてきたナイフかなと思います。もうちょっと刃も大きかったんですけれども、狩猟用ナイフ、まあナイフっていうのは研ぎが大事なので、研ぐたんびに刃はちっちゃくなってって、っていう感じの一本。次はこれカスタムナイフではなく、バックっていう会社の
ナイフ、でこれは刃がこうやって反ってるんですけれども、鹿の皮むきにいいんです、まあイノシシでもいいんですけれども、この皮むき用にいいっていうデザインのナイフで、これは実は父の形見で、父がその昔アメリカにいた頃に向こうで買ってっていうやつで、これはそうですね、バックのこの BUCK バックのナイフは使ってる方多いんですけれども、はい。これまだあんのかな、廃盤なんじゃないかな。でもまあ父のあれもあって思い入れのあるナイフ。アメリカにいらっしゃったんですね。そう、僕が幼い頃へー。狩猟やらないのに狩猟ナイフを偶然買ってたんですね。で父の遺品の中から出てきて、はい。ああこれ形見としてもらおうと思って、はい。これがまあ珠玉のナイフ2本目。はい。ちょっと今ここ鹿の油浮いてるんですけど、ああ、白いやつですね。そう、そしてこの冬もっぱら使ってるナイフ、はい。これは G 堺さんっていうはい。日本のメーカーさはい。んのナイフでキムンカムイ2っていうナイフ。まあここにアイヌの紋章があるように、北海道のヒグマ漁師で中条さんっていう50年ヒグマを追っかけてた人がいるんですけど、はいその中条さんってまあ北海道のすごい漁師さん、はい。その人の監修ではいデザインで作られたっていうナイフで、狩猟用ナイフは、はい。まあ木のハンドルとか、あとなんでしょう、パラコードっていう紐が結んであったりとか、はいいろいろあるんですけれども、はい僕の好みとしてはそのパラコードみたいな紐とか、はいあと無垢の木だと血が染み込んだり油が染み込んだりして、ちょっと洗うのに億劫なので、はい。これは非常にゴツゴツはい。してるんですけれども、洗いやすいし、うん。で刃が分厚いんです。はい。で分厚くて切れ味もあって、はい。この刃の湾曲、この湾曲したこの曲線がはい皮むきにもいいし、うんあと留め刺しにもいいし、はい。そんなにはやんないんですけど、例えば巻きとかがあったら、はい。例えばこうやって刺してはい。こっちを叩く、で巻き割りもできるほどおー刃が強い、分厚いので、キムンカムイ2、これは強いですね。キムンカムイ1の方はもうちょっと刃渡りがあってはい。全体的にでかいんです。でもそれはヒグマ対ヒグマはいいだろうけど、はい。 1よりもこの2の方が本州の忍び漁には向いてる。大きすぎないので。そしておまけの最強ナイフ、最強ナイフ。最強ナイフ、これも G 堺っていはいうそのメーカーが出してるはい。プレッピーっていうプレナイフなんですけど、はい。まあ正直はいこれ1本あればメスジカはさばける。え、これで。そうめちゃめちゃ切れるんです。カミソリのように切れる。はい。で研ぎやすい。はい。でも刃も薄いんですけれども、はい。カッターとは違ってしっかりナイフの刃なので、はいそんなに刃がくじけるっていうこともないし、はい骨に負けるっていうこともない。うん。でここがカーボンになってるんです。うん。はい。で非常に軽いんです。うん。ライターと同じぐらいの軽さって言ったら分かるかな。あ、そんな軽い。ほとんど一緒ですね。このサイズでこんなに切れて、はい。まあ安心のっていうかこの日本製うん。で G 堺さんは刃物の作り方のテクニックというか、はいあれがすごいんです。はいだから OEM って言っていろんな海外のナイフメーカーの、はい外注も受けてて、うん。例えば片手でピッと開けれる、僕も持ってるんですけどスパイダルコっていうメーカーがあって、はいその雲のマークしてるんですけれども、はい登山とかでもよく使われるナイフ、はいスパイダルコの OEM も受けたりしてる会社で、だから G 堺さんの刃物ほんと切れるしかなりいいし、これは特におすすめ。プレッピー。まあ狩猟用ナイフってある意味では、はい。なんか武士の刀じゃないけど一本あって一本何にでも山で使えるっていうものがあればいいなって思ってて、うん。いろいろなブランドのを自分でも試したりとか、頂戴したりとか、
先輩から譲り受けたりとかして、一長一短だし、逆に言ってしまえばそれなりに切れるものだったら何でも使えるんですけど、でもまあそうですね、万人におすすめできるのはこのプレッピーと、あとこの3本のこの重すぎない、だからこの2つは入手が多分そんな今すぐできるか分かんないんですけど、まあこの3本はこれあれば魚もさばけるし、獣もガシガシ解体できるっていう狩猟用ナイフのご紹介でした。ありがとうございます。そう、閉めた。